どうも、あつしです。今回は左右の技を覚えようということで、右組みの人が右の技だけやるんじゃなくて左の技を使うとかっていうことについて解説をします。それでは早速始めます。では左右の技を身につけようということで、日本だとだいたい最初にこの組み方として右組みとか左組みとかっていう風な組み方を決めてしまうことが多いので、どうしても右組みだと右の技ですかね、右の技を入るっていうことが多い。柔道の技が基本的に形でもそうですけど、右組み左組みで、右組みだと右手返りで反対側引き手はそれを握ると、こういう組み方が基本的な握り方として教えられるので、この組み方でいろんな技を覚えていくと、どうしても片方だけの技になってしまうと。そうすると実際試合とかになると同じ方向の技ばっかりになってしまうと、当然相手に読まれたりだとかしてかけづらくなる、かかりにくくなってしまうので、右組みの時には反対の技っていうんですかねっていうのを覚えておくといいかなと思います。ちなみに海外ですと当然右組み左組みとかっていうのもあるんですけど、どちらかといったらルール的には正中を越えなければどっちで握ってもいいですし、正中を越えても技をかけてれば問題ないというルールですので、ここ要は日本みたいに袖を握りなさいとか襟を握りなさいとかっていうことを教えるところももちろんあるんですけど、そうやって教えないというか、技を教える時には握り方をどこでもいいけど、とりあえず相手の背中をつくように何かしら技をかけるということが多いので、右組みだけど左の技の入り方とか、ちょっと日本ではあんまり見られないようなかけ方があるっていうのはルール的にはそうなってるし、教える時にも袖と襟を持って技に入りなさいよっていうことよりも、とりあえず相手を投げるっていうか倒すとかっていうことが前提になっていると。日本もその海外もこれも一長一短というか、どちらがいいくてどちらが悪いということではなくて、そういう教え方の違いとか、最初にルールから入るのか技から入るのかっていう違いがあるので、どっちがいいとか悪いとかないと思うんですけど、日本では最初に組み方が決まってその技をやることが多いので、その技から反対の技っていうのを身につけた方がいろんな技のバリエーションが広がりますよということです。この右組みで左の技に行く方法として、例えば技の前に足さばきっていうんですかね、通常前回りさばきとか後ろ回りさばきとかで技に入るんですけども、右に行くふりして反対の技に行くようなこの足のちょっと変わった足さばきっていうんですかね、通常はこういう前回りさばきとか後ろ回りさばきで、右組みだったら右の技に入るっていうのを右に行くふりして反対の技に行くっていうようなこういうような足さばきを使うとか、あとは例えば大外刈りから反対の支え釣り込み足に行くとかっていうこの切り返す動作っていうんですかね、こっち側に行くんじゃなくて、ここから反対の技に行くとかっていうような足さばき体さばきの違いとか、あとはこの手の使い方、通常はこちら側に崩すのを一度反対に振って技に入る、基本的な技の入り方だと思うんですけど、一度反対側に振って入るとかっていうこの手の使い方、こういう手の使い方とか足の使い方をできると、いろんな反対の技、もちろん最初に基本的な足さばきとか手の使い方は右組みでも左組みでもやれればいいんですけども、そういうふうにいかない場合っていうのは右組みから何かしら左の技に行くということで、先ほどの手の使い方足の使い方ができると、例えば右組みで反対の一本背負い、こちらからこういうような一本背負い、右組みに行くふりして左の一本背負いとか、左の一本背負いに行くふりして右の背負い投げとかということができると、右の技だと思ってたら相手は反対側に警戒すると、そうすると技に行くことができないので、右側を警戒したら切り返して反対の技に行くことができると、相手の受けの選択肢が1個じゃなくなるので、どちらか、人間なかなかいろんなこと2つのことを同時に集中するっていうか意識するっていうのは難しいので、一方
意識させといて反対に入ると。そうすると逆に今度は一本背負いに行くふりして先ほどの背負い投げみたいに相手に的を絞らせないようにすることができる。そうすると技が広がっていくと。切り返す技で大外刈りに行くふりして支え釣り込み足に入るとか、逆に支え釣り込み足に行くふりして大外刈りに入るとかっていう左右の切り返し、あとはこちらから袖釣り込み腰に行くとか、足技も小外刈りから払い釣り込み足とか、そういうふうな足技でも右と左側を使い分けるとか、相手が組んでない状態でこちらの肩車に入るとか、こういうふうに反対側の技があると、その相手の動きに応じて技を切り返すことができるとより投げやすくなります。一方向の技だけじゃなくて反対方向の技で、これが反対の技をかけて投げれなくても相手がこうやってちょっと投げられそうになるとか、反対の技があると思わせるだけで相手はそっちに意識がいくので、今度は反対の技が効きやすくなるとかっていうふうな、相手にそういう心理的に負担をかける、右だけじゃなくて左もあるっていうふうに思わせることでより右の技が効きやすくなってくるっていうこともあります。それで投げれれば一番いいんですけど、投げれなくて、もうその技っていうのが相手にあるっていう思わせることも大事です。完全に投げるまでかけないというよりも、何かそちらに意識を向かせるっていうことをしてあげると、片方の技っていうのも投げやすくなるかと思います。ぜひ左右の技、右だけじゃなくて左で、左だけじゃなくて右、両方の技ができるように練習しましょう。今回は左右の技を身につけようということで、片方の技だけじゃなくて反対の技を身につけることでより技がかけやすくなるということについて解説をしました。今回の動画が参考になったという方はチャンネル登録、高評価、コメントなどしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。それでは次の動画で会いましょう。ありがとうございました。右組みだけど見られないようなかけ方があるっていうのは、右の技だったら右組みだったら右の技に入るっていうのを、あとは左の技で何かあったっけ、右だけ一つの方向の技ではなくて、動画を最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録お願いします。それでは次の動画で会いましょう。